どうも小野です。私はですね今羽田空港の第3ターミナルに来ております。今回なんですけどもゲートグルメジャパンさん、過去に私ファーストクラスの機内食を自宅で食べたりとかも紹介しましたけれども、そちらのですね工場をですね見学させていただくことになっております。機内食どんな風に作られて飛行機に乗り込むのか、今回はねターキッシュエアラインズさんとも一緒に動画を撮らせていただけるということで貴重な機会なんですけれども、どんな感じなのかっていうところをですね徹底的にレポートしたいと思っております。ゲートグルメジャパンさん、ターキッシュとか外資系の航空会社にですね機内食を提供しているところでございますので、羽田空港にも成田空港にも拠点があってという感じになります。では合流して工場の方に行ってみたいと思います。到着いたしました。おお、すごい大きいゲートグルメジャパン、ではお邪魔します。すいません、失礼します。こんにちは、いらっしゃいませ。今回です、ゲートグルメジャパンの納入先のターキッシュさんも見学して、私がどっちかというとおまけみたいな感じでちょっと特別にですね参加させていただいているというですね感じとなります。では早速なんですけど中の方に入っていくということで、このようにですね、髪の毛などを取ったり、手洗いこちらをですね徹底してからですね工場内に入ります。じゃあ中にもう入れるみたいですけど、すごい。まずこの部屋なんですけれど、今だいぶカート類が溜まってますが、通常だと洗浄作業をして終わった後、出発までここで待機をすると、そういう場所になってます。こちらにあるカートに関してはですね、昨日ですねターキッシュが羽田空港に到着した分ということで、もちろんね機内食を作るだけではなくて洗う作業っていうのも発生しますので、そういったところもですねこちらゲートグルメジャパンで行っております。それでできるだけ効率的に行うようにということで、ここでですねどんどんですね洗っていくっていう感じになります。コストコみたいな。サラダとかを入れるエコノミークラス用の、なんていうの、お皿にかぶせるリット、なるほど。ゲートグルメジャパン、私ですね機内食をですね作るのがですね、ほとんど仕事かなというふうに思ったらそうでもなくてですね、例えばこういったアメニティとかですね、あとはサラダの蓋とか、そういった細かいところまで、航空会社がですね提供するものもですね在庫管理とか、そういったところもやっているということで、ちょっとこれは今まで意識したことなかったので驚きました。見ていただくと分かるんですが、この棚はハラルとして使って良いもの、それからハラルコンプライアント使って問題ないですよ、ただ承認書がないですよ、そういうものを置いてます。で、ハラルとして使ってはいけないもの、いわゆる豚肉ですとかアルコールが入っているものはまた別の棚に仕分けてます。で、このハラルっていうのはもうそれでですね、もう本当にゲートグルメジャパン見学してですね、一番大変だなっていう思ったのがハラル対応の機内食ですね。今回のターキッシュエアラインズさんも、ハラル料理とか、そういったところもですね用意しているわけでございますけれども、食材の保管もですねハラル専用でやらないといけなかったりとか、いろいろまた説明があるので、そこら辺をですねちょっと皆さんよく見ていただきたいです。食事しかないと思ったんですけど、こんな風なアメニティとかもゲートグルメジャパンさんで管理しておりまして、結構ハラルが大変そうですね。包丁の殺菌庫になります。なので今羽田の方ではユナイテッド航空さんとターキッシュ航空さんを取り扱ってますので、ハラル専用とノンハラルということになります。でホットキッチンで調理されたものがトロリーに入って準備される冷蔵庫が2つあります。こちらがノンハラル、こちらがハラルの冷蔵庫という形になります。ビジネスクラス、エコノミークラス、クールミール、スペシャルミールも含めてですけども、で今ちょっとこちらが実際に今夜のフライトで、納入される、機内食となっておりまして、他にもですね最近だとですね、日本に入国してからですね隔離
をホテルで行っている方でですね、ハラル料理を食べられる方っていうのもいらっしゃいますので、そういった方々向けの食事っていうところもですね、ゲートグルメジャパンで今ですね作ってですね提供しているようです。調理済みの食材がこの冷凍庫で保管されて、で次は盛り付けのセクションに行きますで、さっきからシステムって僕言ってると思うんですけれど、全部のシステムがここにつながるんですね。トレーセットが完成するとこのカートの中にすぐにしまわれます、でこのカートがある程度の決まった数になるとすぐにまた別のもうちょっと温度帯の低い冷蔵庫に移動して積み込みまで、冷やし込みを行うということになります。こうやって機内食が作られるんですね。今まで機内食がどのようにですね作られるかっていうのは未知の世界だったんで、ちょっとこれは驚きですね。感動しました。今日はちなみにね、何食分作ってたりとかって。今日は100食分ぐらい作ります。100食分、出来上がったものが並ぶような感じです。もうあと2時間もすればいろいろなものが入ってくるとトラックの出発デッキになります。時間になると、ドライバーがカート類を全部引っ張り出してきて、トラックに積み込みをということになります。これで空港まで行ってその搭載するって感じですね。これで。はい、ありがとうございます。見学も終えまして、これからなんとですね、実際に私の方で盛り付けをですね、ちょっとね、機内食の特別に今回やらせていただく予定でございます。最大限頑張ります。ではもう一回手を洗って中の方に入りたいと思います。おお、緊張。これに基づいて用意をしていただくようあ、なるほど。これが見本になるということですね。どれも美味しそうで、こんな感じで。はい、今回私がですね挑戦するのはビジネスクラスの機内食でございます。ローストビーフというのでですね、こちらをですね、このような感じでどんどんですね盛り付けてやっていくということで、画面を参考にしながらこうやって作ってはカートに入れてっていうことをですね繰り返していくことになります。いや、結構きついですね、思った以上に。出発時間に間に合わないといけないから早くしないと。そうです、そういうことですね。いや、大変ですね。これだけでも大変なのに。続いてホットビールのあ、こっちの方が難しそうですね。チキンがこれキャスロールって1個ずつグラムが違うんですね。これ、224。ああ、そうなんですね。そうなんです。そこまで厳密にやらないといけないんですね。これお客様との契約ですので。そういうことですね。はい、あ、まずバターライスを 120g 120g です。あ、難しい。こんな感じで。これヒーティングの問題がありまして、はい、できるだけフラットに盛り付けをして、なるほど。普段ですのでこうやって立てた方がかっこいいんですけども、均一に火が入るようにですね。こういうことですね。はい。でこれがゴールデンサンプルになります。またさっきのように同じことの繰り返しになる。繰り返しなんですね。はい、もう口掴んでますね。ああ、いえいえ、そう、だんだんでも分かってくるもんですね。せっかく綺麗に盛り付けたやつをこれでカバーするんですね。はい。この時にオーブンの高さがあるので、できるだけこう引っかからないように。引っかからないようにというかね。はい。作ったか分かるようにこれ日によって色が違うんですけども、ああ、なんかついてますよね。そういう意味があったんですね。これ皆さん不思議がられてる方もそうですよねいるんですけど、書いてますもんね。あ、そういった感じなんですね。こうやって一つずつ中にミなんかッシングアイテムがないかどうか。ああ、てか最終確認という形ですね。この下のフルーツは何なんですか。フルーツはクルーミールですね。あ、客室乗務の方が食べるように。これがジャパニーズ和食でこっちが洋食。
トレイセットが両セットの食で内容が違うので、そういうのね。それじゃエコノミークラスだと大体1種類だったりするんですけど、ターキッシュエアラインズの場合は2種類、うん。もう完全にトレイからして洋食とばっかり分かれてる。こんな感じで抜けてる。あ、抜けてるのがあったんですね。やっぱ人がやってるところなんでね。そうだね。まあミスは必ず。ミスはね、起きてもおかしくないですけど。でこう見るとクルーさんのやつってエコノミーの多分食事と結構似てる感じですかね。はい、エコと一緒？一緒です。コックピットに関してはコックピットの方と副操縦士の方、食事を変えないといけないので。ああ、ルールで決まってるってね。もし万が一、あってはならないですけど、食中毒になった時に操縦が難しくなるということがあります。必ず違うものを食べるってことね。なるほど。すごいですね。ご飯タイムですね。ありがとうございます。私が盛り付けたやつは残念ながらね、実際に機内には持っていけないということで、いただきます。自分で盛り付けたやつをすぐにいただくということで、もちろんね、ターキッシュエアラインズで実際に提供されているビジネスクラスの機内食なのでね、当然美味しかったです。特にですね、このデザートがね、シュークリームみたいで美味しかったです。午後6時になりました。今夜はい、ターキッシュ出発ということで、積み込みをちょっと見せてもらいます。お願いします。約5時間後にですね、飛行機が出発なんですけれども、先ほどね作って、カートに入れられた、機内食はですね、実際にこのぐらいの時間でですね、トラックに運ばれて、さらにですね、羽田空港に持っていかれるというですね、流れになります。これをひたすらやっていく感じですね。羽田空港にやってまいりました。今夜イスタンブール行きターキッシュエアラインズが出るわけですけど、ちょっとチェックインカウンターをまず見てみましょうか。こちらにですね、イスタンブール行き、ありますね。3時間前からねチェックインカウンターオープンするみたいですけど、ちょっとそれよりも早く来たのでまだ空いてないという状況です。それで先ほどね積まれた機内食についてもまだ到着してないという段階でございます。時間もちょっとあるんでね、展望デッキの方にやってまいりましたけど、ターキッシュありますね。ターキッシュは私ね、成田からイスタンブールまで過去乗りましたけれども、羽田も2020年からねスタートさせてるんですよね。こちらにですね、先ほど見届けた機内食はですね、これから搭載されるということで、もう間近で見れるそうなんで、もう楽しみでしかないですね。すごいですね。ここね、ターミナル移動で利用する道路でもありますけれども、ターキッシュの目の前までやってまいりました。あちらのね、ピカピカピカって光ってるトラック分かりますかね。あれがね、ゲートグルメジャパンの先ほどの機内食みたいです見届けた、今向かっております。やってきましたね。先ほど2台ありましたね。2台来てますね。お客さんが満席だったとしても、機種によっても大体台数っていうのはトラックの決まってるみたいです。かっこいいです。ここから上がるんですね。お、寒い。お、安全帯をつけてなるほどなるほど、そういうことですね、はい、落ちてしまったら大変ですもんね。こんな感じで出るんですね。この角度すごいですね。後ろからも入れてるんですね。お邪魔します。で一応できる限り下ろすものに関しては中開けて何か余分なものが入ってないか確認して、機内に必要なものがね混じってないか確認して、車両の中のこの場所のこのカートに何が入ってるかっていうのはフライトアテンダントの人も共有してるんですね、情報。
で番号を一つでも間違って僕らの方で入れちゃうと、ここにあるはずのものがないよってフライトアテンダントさんすごい困っちゃうんです。なるほど。なので航空会社さんと常に密にやり取りをしてここには必ず何をこれぐらい入れてねっていうのを守るように。あ、なるほど。機内も気になるところでありますけれども、前方だけじゃなくてここもここもミッドキャリアなんで、ここは後でまたトラックをここに付け替えてまたやるんですね。ここはそういうことね。それでこの後ろ後ろですね。後ろからもどんどんお邪魔します感じですね。もうここからもういきなり詰め込むんですね。1回目の食事ってわりかしすぐ出たらです。もう今からここから冷たいですね。そうですね。はい、これで腐らないようになってるみたいです。しっかりとロックしっかりと蓋をいけないってことね。こういうとこも全部ですね。これね、30分ぐらいで終わりましたね。早い。あと2時間ぐらいで出発となるんですけども、だいぶね時間があるということで、今日はかなりゆったりしたですねスケジュールみたいです。エコノミー今乗ってるんですけども、今回は787-9ということで、前回乗った時は777でございましたが、今回の787もいい感じですね。新しくてディスプレイも大きくてエコノミーですけども、後ろにもこんな感じで、いいですね。エコノミーでも十分ですけれども、ビジネスの方もちょっとどんな感じかちょっと座らさせていただきたいと思います。121になってですね。それで独立型で、窓側でもこういったふうに通路側タイプと窓側タイプみたいなのがあるっていう感じですね。僕は断然こっち派ですね。多分大体の方はそうだと思うんですけど、これはいいですね。もう個室感半端ないです。こんな風に180度になれて、しかもここを下げることができるので、さらに快適に太っちょな私でも楽々にイスタンブールに行けることができるんですね。夜のフライトになるのですごい快適ですけど、逆にでも機内食もね提供されるので、ちょっとそこら辺も楽しめないといけないですけど、そう考えると忙しいフライトになりそうですね。でもとても快適そうでいい感じです。これはぜひ次回乗ってイスタンブール行ってみたいですね。出発1時間15分前で、今こう貨物が搭載されてますね。まだ CA さんたちは機内に入ってきてないです。お疲れ様。クルーの方々がやってまいりましたね。国際線っぽくなってきましたね。そうですね。客室乗務員の方とかが着々と準備して、これから夜のフライトということで、いや本当にもうね綺麗な機内でびっくりですね。客室乗務員の方で、日本語喋れる方とかもいらっしゃったりとか、シェフの方が乗ってるんですよね。すごくないですか？シノムと申します。シノムさんですね。今コロナという状況ですけれども、フライトはターキッシュエアラインズはどんな感じで飛ばしているのでしょうか。ちょっとそこら辺教えていただきたいなというふうに思うんですけど。搭乗は、少なくなりまして、ちょっと私たちは悲しくなりますが、コロナが終わってから、みんな来てください、一緒に。そうですね。トルコは今 PCR 検査すれば隔離なしで日本人の方も滞在できるというふうに聞いているので、私もぜひ遊びに行きたいなというふうに思ってますので、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとオレンジジュースいただこうかと思います。先ほどもちょっと軽く説明しましたけれども、シェフの方がねいらっしゃるということで、実際にどのようなことをですね機内の中ではされているのでしょうか。書はまずはインフライトミールの確認チェックをして、人数とかは合ってるかどうかと思います。それからもちろんお客さんのサービスで、あと機内に入っているワインの説明とかはお客さんには一人ずつをやってるみたいですね。そういった航空会社もね非常に珍しいと思いますので、ターキッシュエアラインズ乗られる際はですね食事を楽しんでいただきたいですね。ありがとうございます。残念ですけれども、もうこれで私はイスタンブールに行くのではなくてですね、ここでお別れという形で私は降りようと思います。どうもありがとうございました。1時間後出発ということで、遅いフライトなんですけど、ちょっとねスケジュール上離陸はちょっと待つことができませんので、ありがとうございました。必ずまた乗りに伺います。
本当に楽しい時間でございました。シンガポール航空も今いますね。成田ビューホテルでございます。11階のお部屋にちょっと今回チョイスしていただきました。127というお、ツインのお部屋です。あ、いい感じですね。ちょっと夜なのであれですか。成田空港が見える。いいとこですね。お風呂がここになるのかな。お風呂のバスタブがある。素敵な感じとなっております。夜だいぶ遅くなりまして、今回はゲートグルメジャパンさんとターキッシュエアラインズさんにね、ご協力していただきまして、機内食がどのように搭載されているのかっていうのを見せていただきました。そのターキッシュ今もう飛んでるんですよね。23時12分なんで、それちょっと今見てるんですけど、こんな感じで今岐阜県上陸を飛んでいるみたいで、ここから12時間後に到着ということで、久々にもう外資系の航空会社をですね、見学させていただいてテンション上がりまくりなんですけれども、明日なんですけれども、ゲートグルメジャパンさんのですね、成田空港の工場もですね、ちょっと行って、機内食の試食的なことをですね、やるということなので、いや、非常に楽しみですね。今日はね、夜遅くなりましたので、もうぐっすり寝たいと思います。おはようございます。眠い。成田空港がバッチリ見えますね。朝食はレストランパティオ。ありがとうございます。お疲れいたします。検温失礼させていただきます。和食か洋食かで前飲みましたけども、最初は洋食にしたんですけど、やっぱり和食にしてくださいと和食にしてもらいました。というのも、昨日から洋食メインだったんでね、今日も和食ではないと思うので、こんな感じでチョイスしました。めっちゃ美味しそうです。アメリカとかから帰国してこれだとちょっとテンション上がりますね。成田ビューホテルいいですね。帰国後に使いたいホテルです。ゆっくりいただきます。カレーがあるということでちょっと取っちゃいました。もうこれだけでも朝ごはん十分ですけどね。昨日の TK199 便ですけども、まだ到着してませんでしたね。ジョージアとかアゼルバイジャンとかそこら辺にいますね。パイロットの方もね、お見かけしましたけども、CA の方もね、もちろん大変ですね。もう間もなくしたらトルコに到着です。2時間後ですね。まだ結構かかるな。ちなみに温泉はここにあるよ。結構でも本格的だな。これはでも帰国した時とか、出発前のもね、ありがたいですね。今回ちょっと入るチャンスなかったんですけど、また伺います。ありがとうございます。チェックアウトしました。到着いたしました。トラックがたくさんあって2日目ということでですね、ゲートグルメジャパンさんの成田の方にやってまいりました。こっちの方がね、羽田よりもだいぶ大きいということですね。私の過去に紹介したことあるワールドフレーバーとかそういったところをですね作ってたりしますので、見ていこうかと思ってます。それで今日もですね、ターキッシュエアラインズの方々もいらっしゃっておりまして、トルコ料理のですねワールドフレーバーを作成するということでですね、ちょっと一緒にご意見という形で、私ができるかって話ですけどもね、食レポは超苦手なんで、でもしっかりチェックしていきたいと思います。では行ってまいりましょう。こちらのシャッターで羽田で説明したのと同じように食材ですとか、海外コンテナが全部ここの4つのドックにつきます。基本的にはですね、羽田空港と同じようにですね、在庫が管理されており、機内食をですね作られているということで、ただこちらの方がですね、だいぶ規模が羽田空港に比べて成田の方がですね、大きいということでですね、こちらにしかないようなものもございます。ハラル専用のウォッシングツールとか大変だ。やり方は羽田も成田も一緒です。スタートから汚れたものを取り出してベルトに流していく、出口で作りパッキングをする、こちらのパックっていうのを導入してます。ここからまたね、昨日のように配送されるということで、
あちらに382ってありますけれども、これは380対応の積むことができる成田空港にある、そうエミレーツとかタイ航空とかね、そういった飛行機のためのトラックということで、すごい高さまでね2階建ての飛行機なんで、そういったのにはバッチリ対応していると。4500万円ぐらいするらしいんですけども、家が買えちゃうっていうね。じゃあはい、おお、中は昨日のねやつってもそんなにね大きさは変わらないって感じですかね。8ですか。おお、あ、これは2階建ての部分になるんです。そうですね、大体2階建てぐらい。あ、なるほど。もう一気にいっちゃいます。じゃあ一気に一番上まで。了解です。ここまで上がるんだ。すごい。あ、ここからよく成田空港も見えますね。ピーチとかホヌも見えます。380となるとトラック4台必要みたいですね。これがアッパーの方に行くうちの1台ということで、それが2台、あとはまあ通常のああいったトラック2台必要みたいなことです。合計4台ですね。工場の中のですね見学は終わりまして、ここのゲートグルメジャパンの屋上がですねめちゃめちゃ眺めがいいので、ちょっとそちらの方に今から伺う予定です。お、あー、こっからすごいですね。ここはもう別ロケなんで。目の前が滑走路なんですよね、横に平行に。ここ飛び立てば激アツですね。ただちょっとね、残念ながら成田空港もねなかなか厳しいということで、ちょっと今の時間帯は飛ぶ飛行機はなさそうですね。いや、めっちゃ寂しいっすよね。昔はねもうひっきりなしに飛んでたはずなのにな。基本的にはもう入ることはできないみたいですね。社員の方でも今回ちょっと特別にということで、過去には一般に写真撮るために開放したりとかもしたことがあるみたいで、ベストロケーションですね、飛行機を見るには。And we will introduce the food here, and they will make a selection. So I'll introduce our Turkish chef, Peter-san. ちょっといただきます。レモンの味は、中じゃがいも、人参もすごいですね。これ温めるだけで食べれますもんね。先ほどのラム肉ですね。家でもレストランとかに出るトルコ料理ということで、私もトルコに行きましたけど、コロナ前にもういろいろ食べたつもりなんですけど、全然知らないねラムも食べてないんじゃないかな。ピザみたいなチーズの味がしますね。それナス、これは、これレベル高いなということで、ラム、これは美味しいなそんな臭みもないので、こういったイベントも行われたということで、こちらで両方販売ですか？どっちにしようかなっていうのが悩んでる。こっちも美味しいんですか。トルコの新しいワールドフレーバーズのちょっと試食会ということで、ターキッシュエアラインズさんと一緒に参加させていただいたんですけど、今回ちょっといろいろご調整していただいたのはですね、ゲートグルメジャパンさんの宮田さんにですね、ちょっと今回本当に細かく調整していただいて、機内の中の見学とかね、昨日の本当にありがとうございます。ありがとうございます。ワールドフレーバーズ、やっぱりここね、今機内食を海外行けないということで、自宅でファーストクラスの味をということで PR ぜひしていただきたいなと思うんですけども。ありがとうございます。今ね、小野さんもおっしゃった通り、日本中全ての皆様がやはり海外に飛び立つことができない中、我々も機内食会社やはり食事を作ることができない、機内食を積むことができない現状の中で、なんとかね、工場を止めたくない、またやはり今ね、徐々にフライトが飛ぶんではないかというようなね、状況が見えてきている中で、その時にすぐに機内食が積めるようにということで準備した、そうだね、一つの商品になります。先ほどもちょっと見学させていただきましたけども、真空パックとか特殊な機内食ならではの技術を使って皆さんにお届けしているというので、
そうですね、やはり機内食ってどうしても再度加熱したお料理になりますので、どうしても食事がお肉そのものがドライになってしまったりするので、保湿するいい形でジューシーさを保つということで低温真空調理を導入してきた。でそれを今回販売させていただいたというのがきっかけになります。本当に簡単でも自宅でも温めるだけで素敵な感じでできるということで、こちらも、ね、いずれはまた販売されると、販売しますいうことなので、ぜひとも皆さん概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら注文してみてください。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。先ほど試食会でまた別にお昼ご飯ということで、これはルーレバーズで私は過去にいただいたリブなんですけど、さすが盛り付けは綺麗ですね。久々にですねワードフレーバー食べましたけど、やっぱりまあねファーストクラスの食事を自宅にというですねコンセプトで作ってるだけあって、まあ本当に美味しくいただきました。成田空港まで送ってもらいました。ゲートグルメジャパンさんもターキッシュエアラインズさんも貴重な機会を作っていただきましてありがとうございますといった感じでございます。またねぜひターキッシュエアラインズに乗りたいと思ってますし、ゲートグルメジャパンさんね本当にワードフレーバー食べて美味しかったなというふうに思うので、ぜひとも気になる方はですね買ってみてください。トルコ料理動画アップしてる頃にはおそらくリリースされてるか、リリース間近というふうになってると思いますので、楽しみにしていただければと思います。こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。